春日部つむぎのゲーム作ってみよう。親愛なる視聴者の皆様、こんにちは。どうも、春日部つむぎです。今回はスタート画面を追加します。スタートスクリーンつけてみた。ミニゲーム、その9。早速、つけてみましょう。1、タイトルレベルの作成。レベルウィンドウ。レベル、新規作成でレベルを作成します。今回は基本レベルを作成します。名前をタイトルレベルにします。現在レベル1が常にロード済みになっていますが、タイトルレベルを常にロード済みにします。レベル1を選択します。右クリック、ストリーミング方法を変更。ブループリントにします。タイトルレベルを選択します。右クリック、ストリーミング方法を変更。常にロード済みにします。タイトルレベルの可視性を非表示にします。タイトルレベルを開きます。フロア以外は削除します。ディレクショナルライトを削除します。エクスポネンシャルハイフォグを削除します。スカイアトモスフィアを削除します。スカイライトを削除します。SM スカイスフィアを削除します。ボリューメトリッククラウドを削除します。プレイヤースタートを削除します。ライティングフォルダをタイトルレベルフォルダにします。フロアをタイトルレベルフォルダに格納します。詳細パネル、スケールを X1.0、Y1.0、Z1.0 にします。マスターレベルを開きます。2、スタートボタンウィジェットの作成。ボタンを押すとゲームがスタートするウィジェットを作成します。右クリック、ユーザーインターフェース、ウィジェットブループリント、ユーザーウィジェット、名前を WB スタートにします。ファイルを開きます。パネル、キャンバスパネルを配置します。フィルスクリーンをデザイアードにします。一般、ボタンをキャンバスパネル配下に配置します。名前を B スタートにします。アンカーを中央にします。位置をリセットします。サイズを X500、Y300 にします。アラインメントを 0.5、0.5 にします。アピランス、バックグラウンドカラーを黄色にします。パネル、サイズボックスをボタン配下に配置します。一般、テキストをサイズボックス配下に配置します。名前を T スタートにします。コンテンツ、テキストにスタートと記述します。フォント、タイプフェイスをイタリックにします。サイズを100にします。コンパイルして保存します。2の1、スタートボタンウィジェットの表示。WB メインを開きます。パレットで WB スタートを検索します。キャンバスパネル配下に配置します。詳細パネル、アンカーを中央にします。位置をリセットします。サイズを 0.0 にします。コンパイルして保存します。起動してみましょう。スタートボタンウィジェットは表示できましたね。3、ステージ名ウィジェットの非表示。初期時、スタートボタンを表示しているときはステージ名を非表示にします。WB メインを開きます。グラフに移動します。WB ステージネームを配置します。WB ステージネームより、セットビジビリティノードを配置します。インビジビリティをハイデンにします。スタートボタンを表示するタイミングは、WB メイン起動時なので、イベントコンストラクトノードにつなぎます。コンパイルして保存します。起動してみましょう。ステージ名が表示されなくなりましたね。4、開始時のマウス操作。スタートボタンを表示しているときは、マウスカーソルで操作できるようにします。WB スタートを開きます。グラフに移動します。カスタムイベント EV マウスオペレーションを作成します。マウスカーソルを表示します。ゲットプレイヤーコントローラーノードを配置します。ゲットプレイヤーコントローラーノードより、小マウスカーソル、セットノードを配置します。小マウスカーソルを有効にします。カスタムイベント EV マウスオペレーションにつなぎます。マウスカーソルを表示しているときは、インプットモードを UI オンリーにします。ゲットプレイヤーコントローラーノードより、セットインプットモード UI オンリーノードを配置します。小マウスカーソル、セットノードにつなぎます。イベントコンストラクトノードでカスタムイベント EV マウスオペレーションを呼び出します。コンパイルして保存します。起動してみましょう。マウスカーソルの操作ができますね。インプットモードを UI オンリーなので、
プレイヤーを操作できませんね。5、スタートボタンを可処理。スタートボタンが押された時の処理を作成します。WB スタートを開きます。B スタートを選択します。詳細パネル、イベント、オンクリックドのプラスをクリックします。オンクリックドイベントノードが配置されます。その1、スタートボタンに Z の非表示。スタートボタンを押すと、スタートボタンに Z を非表示にします。カスタムイベント EV に Z 配電を作成します。セットビジビリティノードを配置します。インビジビリティを配電にします。カスタムイベント EV に Z 配電につなぎます。オンクリックドイベントノードでカスタムイベント EV に Z 配電を呼び出します。コンパイルして保存します。起動してみましょう。スタートボタンを押すと、スタートボタンに Z が非表示になりますね。その2、レベルリダイレクト。スタートボタンを押すと、ステージ1にリダイレクトするようにします。WB スタートを開きます。グラフに移動します。カスタムイベントを EV レベルリダイレクトを作成します。オンクリックドイベントノードでカスタムイベント EV レベルリダイレクトを呼び出します。ロード画面を表示するようにします。また、ロード画面を表示している間は、プレイヤーの入力を無効にします。カスタムイベント EV ローディングスクリーンを作成します。カスタムイベント EV レベルリダイレクトでカスタムイベント EV ローディングスクリーンを呼び出します。ロード画面用ウィジェットを表示します。クリエイトウィジェットノードを配置します。カスタムイベント EV ローディングスクリーンにつなぎます。クラスを WB ローディングスクリーンにします。リターンバリューを右クリックして変数へ昇格します。名前を WB ローディングスクリーンにします。変数 WB ローディングスクリーンより Add2View ポートノードを配置します。ロード画面を表示している間は、プレイヤーの入力を無効にします。Get プレイヤーキャラクターノードを配置します。Get プレイヤーキャラクターノードより Disable インプットノードを配置します。Add2View ポートノードにつなぎます。Get プレイヤーコントローラーノードを配置します。プレイヤーコントローラーピンにつなぎます。ステージ1のレベルをロードして、プレイ開始位置にプレイヤーキャラクターを移動させます。カスタムイベント EV ローディングレベルズを作成します。ローディングスクリーンの最後で、カスタムイベント EV ローディングレベルズを呼び出します。ステージ1のレベルをロードします。ロードストリームレベル、バイオブジェクトリファレンスノードを配置します。カスタムイベント EV ローディングレベルズにつなぎます。レベルにレベル1をセットします。メイクビジブルアフターロード、ロード後に表示するを有効にします。シュッドブロックオンロード、ロード時にブロックするを有効にします。ステージ1のレベルのプレイ開始位置にプレイヤーキャラクターを移動させます。ゲットプレイヤーキャラクターノードを配置します。ゲットプレイヤーキャラクターノードより、セットアクタートランスフォームノードを配置します。ロードストリームレベルノードにつなぎます。ロードストリームレベルノードの出力ピンがコンプリーティッドなので、ロード完了後にプレイヤーをプレイ開始位置に移動させます。ニュートランスフォームピンより、メイクトランスフォームノードを配置します。ロケーションを X150.0、Y0.0、Z92.0 にします。タイトルレベルをアンロードします。カスタムイベント EV アンローディングレベルズを作成します。ローディングレベルズの最後で、カスタムイベント EV アンローディングレベルズを呼び出します。ステージ1のレベルがロードされ、プレイヤーが開始位置に移動したら、タイトルレベルをアンロードします。アンロードストリームレベル、バイオブジェクトリファレンスノードを配置します。カスタムイベント EV アンローディングレベルズにつなぎます。レベルにアンロードするタイトルレベルをセットします。ローディングタイムとして、ディレイノードを配置します。デュレーションを 0.5 にします。アンロードストリームレベルノードのコンプリーティッドにつなぎます。タイトルレベルがアンロードされたら、ロード画面を消します。その際、プレイヤーの入力を有効にします。カスタムイベント EV クローズローディングスクリーンを作成します。アンローディングレベルズの最後で、カスタムイベント EV クローズローディングスクリーンを呼び出します。
ルレベルがアンロードされたら、ロード画面を消します。変数 WB ローディングスクリーン、ゲットノードを配置します。変数 WB ローディングスクリーン、ゲットノードより、remove from parent ノードを配置します。カスタムイベント EV クローズローディングスクリーンにつなぎます。プレイヤーの入力を有効にします。ゲットプレイヤーキャラクターノードを配置します。ゲットプレイヤーキャラクターノードより、enable インプットノードを配置します。remove from parent ノードにつなぎます。ゲットプレイヤーコントローラーノードを配置します。プレイヤーコントローラーピンにつなぎます。コンパイルして保存します。起動してみましょう。ステージ1に移動できましたね。インプットモードは UI オンリーなので、プレイヤーを操作できませんね。その3、エンドオブマウスオペレーション。ステージ1に移動すると、マウスカーソルでの操作を終了して、プレイヤーを操作できるようにします。WB スタートを開きます。グラフに移動します。カスタムイベント EV エンドオブマウスオペレーションを作成します。マウスカーソルを非表示にします。ゲットプレイヤーコントローラーノードを配置します。ゲットプレイヤーコントローラーノードより、ショーマウスカーソル、セットノードを配置します。ショーマウスカーソルを無効にします。カスタムイベント EV エンドオブマウスオペレーションにつなぎます。インプットモードをゲームオンリーにします。ゲットプレイヤーコントローラーノードより、セットインプットモードゲームオンリーノードを配置します。ショーマウスカーソル、セットノードにつなぎます。オンクリックドイベントノードで、カスタムイベント EV エンドオブマウスオペレーションを呼び出します。コンパイルして保存します。起動してみましょう。ステージ1に移動すると、プレイヤーを操作できるようになりましたね。その4、ステージ名の表示。ステージ1に移動すると、ステージ名を表示するようにします。WB メインからステージネーム用ウィジェットのリファレンスを受け取れるようにします。WB スタートを開きます。グラフに移動します。カスタムイベント EV ゲットレフを作成します。詳細パネル、インプットに変数を追加します。変数ステージネーム、ウィジェットのオブジェクト参照型を作成します。カスタムイベント EV ゲットレフでステージネームを右クリックして、変数へ昇格します。カスタムイベント EV 小ステージネームを作成します。変数ステージネーム、ゲットノードを配置します。変数ステージネーム、ゲットノードより、セットビジビリティノードを配置します。インビジビリティをビジブルにします。カスタムイベント EV 小ステージネームにつなぎます。オンクリックドイベントノードで、カスタムイベント EV 小ステージネームを呼び出します。コンパイルして保存します。WB スタートにステージネーム用ウィジェットのリファレンスを渡します。WB メインを開きます。グラフに移動します。WB メイン起動時に、ステージネーム用ウィジェットのリファレンスを渡します。変数 WB スタートを配置します。変数 WB スタートより、EV ゲットレフを呼び出します。前の処理につなぎます。変数 WB ステージネーム、ゲットノードを配置します。ステージネームにつなぎます。コンパイルして保存します。起動してみましょう。ステージ名が表示できましたね。6、バックグラウンド、スタートボタン表示時の背景を作成します。WB メインを開きます。一般、イメージをキャンバスパネル配下に配置します。階層で WB スタートの上に配置します。名前を IMG バックグラウンドにします。アンカーを全体にします。オフセットをすべて 0.0 にします。今回は黒色にします。アピランス、カラー&オパシティを黒色にします。コンパイルして保存します。6-1、バックグラウンドの非表示。スタートボタンを押すと背景を非表示にします。WB スタートを開きます。グラフに移動します。ゲットレフ from WB メインで背景のリファレンスを取得します。EV ゲットレフを選択します。詳細パネル、インプットに変数を追加します。変数バックグラウンド、
イメージ型を追加します。EV ゲットレフノードのバックグラウンドを右クリックして、変数へ昇格します。前の処理につなぎます。イジェット配電に処理を追加します。変数バックグラウンド、ゲットノードを配置します。変数バックグラウンド、ゲットノードより、セットビジビリティノードを配置します。インビジビリティを配電にします。前の処理につなぎます。コンパイルして保存します。6-2、センドバックグラウンドレフ、WB スタートにバックグラウンドのリファレンスを渡します。WB メインを開きます。グラフに移動します。呼び出した EV ゲットレフにバックグラウンドピンが追加されています。変数 IMG バックグラウンドを配置します。バックグラウンドにつなぎます。コンパイルして保存します。起動してみましょう。ちゃんと背景が黒色になりましたね。設定ファイル。スタート画面は単なる入り口ではなく、ゲームの魅力を引き立てる重要な要素です。スタート画面を作成するメリットは、プレイヤーの没入感を高める、ゲームの雰囲気や世界観を視覚的に伝え、プレイヤーをゲームの世界に引き込みます。ゲームのブランドを確立できる、タイトルロゴやデザインを統一することで、ゲームのアイデンティティを確立し、印象に残りやすくなります。操作方法やメニューへのアクセスを提供。オプション設定やチュートリアルへの入り口として機能し、プレイヤーに快適なプレイ環境を提供します。プレイヤーに選択肢を与える、新規ゲーム開始、ロード、設定変更などの選択肢を分かりやすく提示できます。心理的な区切りを作る、ゲーム開始の儀式的な役割を果たし、プレイヤーにこれからゲームが始まるという感覚を持たせます。シンプルなナビゲーションを提供。直感的な UI を用いることで、プレイヤーが迷わずゲームを進められるようになります。特別な演出を加えられる、アニメーションや音楽を活用し、期待感を高めることで、ゲームの第一印象が向上します。だそうです。はい、それでは、今回の動画はここで終わります。興味がある人は高評価とチャンネル登録お願いします。じゃあ、バイバイ。